はい、皆さんこんにちは、りゅうまです。今回はこちらキリンボーンベイクビルダーっていう私の方で作ったオリジナルのアドオンの紹介とそちらの導入方法について説明する動画になっています。で、まずそもそもこのアドオンどういったものかっていうのを説明するんですが、例えばなんですけど、リジットボディとかのアニメーションをボーンのアニメーションとしてベイクしてユニティとかに持っていくっていうことを前提として考案したアドオンになってます。例えばなんですけど、今これサンプルでリジットボディのアニメーション作ったやつがこちらにあるんですが、こちらをねそのまま例えばユニティとかに持っていこうと思うとできないんですね。これってブレンダー上でその物理演算して動かしているものなので、これそのまま直接ユニティとかに持っていけないんですよ。それをボーンアニメーションとして持っていこうっていう発想ですね。で、ぶっちゃけた話をすれば、わざわざねこの私の作ったこのアドオン使わなくてもその気になればユニティに持っていけるんですよ。どうやるかっていうと、例えばこれオブジェクト全部選択した状態で、こちらのオブジェクトからここにリジットボディっていうのがあって、ここにキーフレームにベイクっていうのがあります。こちらを押していただくと、ここで設定したフレーム間のこのリジットボディのアニメーションをオブジェクトの移動アニメーションとしてキーフレームでベイクしてくれます。ぶっちゃけねそれでもいいっちゃいいんですけど、私ねそれがちょっと嫌なんですよ。いろいろあって理由としては、まず第一としてこのキーフレームにベイクっていうのをすると、今これサンプルで作ってるやつオブジェクト数が95個あるんですけど、95個のオブジェクトにそれぞれキーフレームのアニメーションが打たれるんですよ。シンプルにね管理がしづらくて、でじゃあアーマチュアだったらどうなの、ボーンだったらどうなの。ボーンだって結局95個のボーンにアニメーション振られるじゃんって思われるかもしれないですけど、ブレンダーってね95個のオブジェクトに対してキーフレームが打たれてると、なんて言ったらいいのかな、そのまとめてその修正とかするのが結構難しいんですよ。なんですけどアーマチュアに入ってるボーンに対して95個存在してても管理がしやすいんですよこれちょっとね説明がしづらいんですけど、ブレンダーでアニメーション作ったことある人だったら多分理解いただける話だと思うんですけど、とにかくね管理しづらいんですよっていうのがまず第1点ですね。だからさっきのベイクを使いたくないと。他にももう2つあって、もう1つが万が一キーフレームベイクした後に消しちゃったりとかヒューマンエラーでなんか別なところにキーとか打っちゃったってなった場合復元できなくなるっていう問題があって、極端な話この0フレーム目のキーさえ残ってれば最悪リジットボディでもう一回計算し直せばいいっちゃいい話なんですけど、一番重要なのがこの0フレーム目ですね。こちらのキーをうっかり消しちゃったりするともうこの四角の状態に戻せなくなるんですね。なぜかっていうと、これリジットボディの特性上しゃあないっちゃしゃあないですけど、これ原点の位置がそれぞれのオブジェクトが0地点じゃなくてもなんかすごい細かい波数の数字で全部のオブジェクトが存在してるんですよ。だからこの0フレーム目にここにいたっていう情報が残ってないとこの四角に復元できなくなるんですよっていうのがあって、ただこれはヒューマンエラーの話だからお前がミスんなよって話っちゃ話なんですけど、そういうリスクがあるっていうのがまずそもそも嫌なんですよ。じゃあボーンだったらどうなのかっていうと、ボーンってね初期位置、これもブレンダー触ったことある人だったら分かると思うんですけど、ボーンってね初期位置をねちゃんと記憶してくれるんですよ、ボーンの場合って。だからどんなにキーフレームを例えば消しちゃったりとかしても必ずこの四角には戻せるんですね。そこがボーンのいいところ。そして最後、これが結構致命的な問題なんですけど、これねリジットボディのこれそれぞれのオブジェクトに対してどうやった感じで動かすかみたいのを設定するんですよ、ここで。今回はそこあえていろいろ説明はしないんですけど、細かい設定項目っていうのがあって、それをそれぞれ設定した上でリジットボディのアニメーションをつけるんですね。なんですけど、これさっき言ってたこのリジットボディのベイクしちゃうとここの情報消えるんですね。で消えると何が問題かっていうと、サイドやっぱ例えばこれ今これただ崩れてるだけですけど、やっぱりここに鉄球みたいな用意して鉄球がぶつかってこれが砕ける感じにアニメーション修正したいってなった時にもうここのデータ消えちゃってるから同じアニメーションを再現できないんですよ。再現性がない。だから絶対に修正しないよっていう場合だったら全然いいんですけど、修正するってなった場合
まあちょっと不便ですよね。究極の話をすれば、まあこのリジットボディのデータは、まあ、別途取っといて、その編集用のデータとしてもう一個別のデータを用意すれば、まあ解決っちゃ解決なんですけど、まあそもそもそのブレンダーのデータを2つわざわざ用意するのもめんどくさいじゃないですか。とかっていうのは、まあなんかもうその辺もろもろ考えるとまあめんどくさいんですよ、このやり方。まあその辺をね、まあ、なんとかスマートにできないかなっていうので考えたのが、まあさっきのって感じですね。はい、まあ概要についてはそんな感じ。じゃあ早速その使い方とかを説明していくんですが、その前にまあいつも通りね、まあもうこれずっとシリーズ見てくれてる方、まあいるかわかんないんですけど、もしいたらしつけえよって話かもしれないですけど、まあ一応いつも通り話しますね。まずこのアドオンの導入方法についてですね。まずはこのアドオンをダウンロードしていただく必要があります。どこからダウンロードするかっていうと、こちらの動画の概要欄のところにこちらのスクリプトをダウンロードする用の URL 貼ってあるんで、まずそこからこちらのスクリプトをダウンロードしてください。でダウンロードが完了したら、この左上のところに編集っていうのがあるんで、ここの一番下プリファレンスを開いてください。そうするとこういうウィンドウが出てくるんで、アドオンをしていただいて、ここので右上にあるこの逆三角形みたいなやつですね、こちらを押していただいて、でディスクからインストールっていうのがあるんで、こちらを押していただくと、まあ、ブレンダーのデータ開くときとかと一緒のウィンドウが出てくるんで、そこからまあ今ダウンロードしたこちらキーンボーンベイクビルダーを選択してください。そうするとここに出てくると思うんで、まあ、もしチェックマークがついてなかったらチェックつけてこれ閉じてください。そうするとこちらのサイドバーなんだっけ、合ってるね、サイドバー。じゃあサイドバーのところにもこれ縦にタブがいろいろ入ってると思うんですけど、ここにキリツールスっていう新しいタブがおそらく追加されると思います。そこにこの今見えてるこのキリンボーンベイクビルダー入ってるので、まあ、そこから使ってください。で早速こちらのアドオンの使い方について説明していくんですが、まあ、まずは一旦この上の3つアーマチュアモディファイアを使用とルートボーン生成とコントロールボーン生成、ここは一旦置いときます。でまずじゃあここのボーン、ちょっと待って画面がちっちゃくてボーン構造生成ですね。ボーン構造生成のボタンから説明していきます。こちら今グレーになってるんですけど、これオブジェクト選択した状態になると押せるようになります。なのでまずリジットボディをベイクしたいオブジェクトですねを一通り全部選択してください。この状態でこのボーン構造生成っていうのを押すとリグを組んでくれます。こんな感じで今一個一個のオブジェクトに対してボーンがコンストレイントじゃない、ペアレントか、今これペアレントされてる状態になるんですけど、まあ、こんな感じでペアレントされます。でこの状態で再生してみると、まあ当たり前なんですけど、今ボーンと関係なくオブジェクトたちが動きます。これなぜかっていうと、今言った通りリジットボディが組んであるからですね。で私の方でやりたいのはこのリジットボディのこの動きをまずボーンにアニメーションとしてベイクしたいんですね。なんですけど今状況がアベコベになってるって言ったらいいんですかね。このボーンに対して今オブジェクトが追従している状態になってる。逆をやりたいんですよね。今オブジェクトに対してボーンをコンストレイントしたい、ペアレントでも何でもいいんですけど、まあこのオブジェクトにボーンが追従するようにしたいですよ。なんでまずそれをやります。どうやるかっていうと、今押していただいたこのボーン構造生成の下に親子解除&トランスフォーム制約っていうボタンがあるんで、こちらを押してください。そうすると今言ってたことをやってくれます。要はさっきまではこのオブジェクトがボーンにペアレントされてましたけど、今はオブジェクトに対してボーンが追従するようになってます。ほらこんな感じでこの状態で再生します。すると今このリジットボディの動きがボーンに適用されてる形になります。こんな感じで。そしたら今度はこのボーンの動きをキーフレームとしてベイクしたいんですけど、それどうやるかっていうと、今この生成したアーマチュアを選択すると、今言ってたこのボタンが今グレーアウトしてたと思うんですけど、これアーマチュアを選択するとこの3つ押せるようになるんで、今度はこの真ん中のやつですね、対象ボーンをアニメーションベイクっていうボタンがあるんで、こちらを押してください。そうすると、まあ、上今とんでもないことになってると思うんですけど、こんな感じで今このリジットボディの動きがアニメーションとしてベイクされます。いい感じ。まあこれで終わりっぽく見えるんですけど、ただこれだとまだユニティとかに持ってった時に正常に動作しません。なんでかっていうと、今さっきも言った通りボーンに対してオブジェクトが追従してないんですね。逆になってて、オブジェクトに対してボーンがくっついてる形になってます。この状態でユニティに持ってっても
今これブレンダー上でこれ動いてるように見えるのはあくまでこれリジットボディのせいで動いてるように見えてるだけなんで、この状態で Unity に持ってったとしても Unity 側でこのオブジェクトはこのリジットボディのアニメーションみたいな感じで動いてくれません。なんで今度また元に戻さなきゃいけないです。もともとはオブジェクトがボーンにペアレントされてた状態のものを今リジットボディのアニメーションをベイクしたいからボーンをオブジェクトにコンストレイントさせてる状態になってるんですけど、それをまたオブジェクトをボーンにペアレントした形に戻さなきゃいけないんですね。でそれを実現するのがこの下のコンストレイント解除&サイペアレントってやつですね。こちらを押していただくと今言ってた通りボーンに対してオブジェクトがペアレントされた形になります。こんな感じね。で今これはリジットボディで動いてるんじゃなくてボーンのアニメーションでオブジェクトが動いてるようになってます。なんでこの状態になったらようやく Unity とかにこのアニメーションが出力できるようになるって感じですね。でまあなんかもろもろやっぱやり直したいとかいろいろあると思うんで、その辺の場合は例えば今これリジットボディのアニメーション切ってあります。どういうことかっていうとこれアニメ付きってやつがあるんですけど、これのオンオフを今言ってたこのスクリプトのこのボタンでやるようになってて、今コンストレイント解除&サイペアレントを押すとこちらのアニメ付きの各オブジェクトのこのアニメ付きのところにチェックボックスにチェックがつきます。そうするとこれにチェック入れるとリジットボディのアニメーションが切れるんですね。で切れてかつ今棒にペアレントされてる形になってるんで動いてるように見えると。なんでこれは今リジットボディでは動いてないんですね。だからもしリジットボディでもうちょっと別の動きにしたいってなった時は今の状態だとダメで、もう一回リジットボディの状態に戻さなきゃいけないんですけど、それはまあ手作業でやると大変だと思うんで、もう一回今度はこちらの上のやつまた親子解除&トランスフォーム制約ってやつを押すとちょっと固まりますけど、そうするとさっき言ってたこれ今見えますよね。このアニメ付きっていうところにチェックボックスが外れます。で今これリジットボディで動いてる状態ですね。まあ動きが一緒なんでパッと見分かりづらいんですけど、で今この状態だったらまたリジットボディで別のアニメーションを調整できます。で今この動きが気に入らないなって思ったらなんか例えば鉄球とか用意してぶつけたりとかして動きを変えます。でその動きがまた気に入ったらアーマチュアを選択した状態でまたこちらのコンストレイント解除&サイペアレントを押していただければ、違う、その前にこれか対象ボーンアニメーションベイクですね。まず動きを修正してその動きが気に入ったら対象ボーンアニメーションベイクをしてボーンにアニメーションをベイクして、それで問題なさそうであればコンストレイント解除&サイペアレントでまたボーンのアニメーションに戻すと。こういっていろいろ行き来が簡単にできるようにしてあります。でやっぱこれもうこのアーマチュアのボーンとかいらない、なくしたいってなった場合は一番下のこちらアーマチュア消去ってやつを押せば完全に元の状態に戻ります。ボーンも組まれてないしリジットボディで動いてる素の状態に戻すこともできます。主にはこうやって使っていただくっていうことを想定して作ってます。であとさっき説明しなかったこのアーマチュアモディファイアとかこの3つのチェックについて説明していくんですけど、まずこのアーマチュアモディファイアをしようっていうのは、これ一番分かりやすいと思うんですけど、今言った通りこれ初期の状態だとこれアーマチュアは使ってなくてオブジェクトをボーンにペアレントしてます。なんでこれ今アーマチュアモディファイアは使ってなくてあくまでペアレントされてる形で動いてます。それをアーマチュアを使いたいっていう場合、ここにチェック入れた状態でボーン構造生成を押していただくとこんな感じで今はアーマチュアで動いてます。ごめんなさいこの状態でこれを押していただくとこんな感じで、さっきと見え方は一緒なんですけどペアレントで動いてるのかアーマチュアで動いてるのかの違いですね。アーマチュアで動かす場合のメリットとしてはオブジェクトをペアレントすると、この今いる95個のオブジェクトは別々にしてなきゃいけないですよ。当たり前っちゃ当たり前なんですけどそれぞれの棒に対してペアレントしていくんで。でもアーマチュアにしちゃえば例えばこれを1個のオブジェクトにまとめたいってなった時も動きが担保される。たとえオブジェクト1個にしたとしてもちゃんとバラバラのものとしてアニメーションが作れるっていうのがメリットですね。この辺はその使いたい用途に合わせて使っていただければいいかなっていう想定で作ってます。もしペアレントの方が良ければ
このアマチュアモディファイアのチェック外してもらえればペアレントで動かすこともできるし、この辺はちょっと柔軟性を持たせるために用意してるって感じですね。で続いてこの下のルートボーン生成とコントロールボーン生成ですね。こちらはぶっちゃけっていうと今回今話してるこのリジットボディを使うっていうことを前提としてる場合は正直いらない機能です。じゃあこれなんで作ったかっていうと、ここで生成するこのボーンアーマチュアを簡易的なリグとして使うっていうことを想定した場合に使いたいなと思って一応用意してます。どういうことかっていうと、これ何のチェックも入れずにボーン構造を生成すると、今見てもらった通り各ボーンが階層を持たずに個別で存在している形になります。なんですけど、これを例えばルートボーン生成にチェック入れた状態で押すとルートボーンが1個追加されるって感じですね。階層を見てもらうと分かるんですけど、ルートボーンなんかアニメーションさせるってなった時はこうやって階層がね何個かに分かれてた方が複雑なアニメーションは結構作りやすい場合が多くて、そういうのを作りたいってなった時に例えばこれチェック入れてやればこうやって階層を増やすことができるんで、簡易的ななんか複雑なことをやろうと思うとちゃんとリグ組んだ方がいいと思うんですけど、こういったオブジェクトがちょっと動きますよみたいなやつだったら、こういう簡易的なリグでも全然問題ないんで、そういった用途でもし使いたいってなった場合に便利かなと思って一応つけてます。かといって必ずしもこれ欲しいかっていうと別にそんなことはないと思うんで、欲しかったらチェック入れてつけたりつけなかったりできるようにした方が便利かなと思ってこういう構造にしてみました。説明としては以上ですかね。本当にただリジットボディをベイクしたいだけだったら、今言った通りリジットボディをベイクしたいオブジェクトを選択してボーン構造生成ボタンを押す。で、上から順番に押していく感じですね。上から順番に押していけばこんな感じでベイクから何から全部やってくれるよって感じです。で一番下のこのコンストレイント解除サイペアレントまで押していただければ、あとはもうこのままユニティとかに出力できるんで、そんな感じで使っていただけたらなと思います。なんだかんだ20分20分喋ってんの俺ちょっとね分かりづらいところももしかしたらあったかもしれないんですけど、こんな感じで使えるんで、もしよかったら使ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでじゃあ今回の動画はこんなもんですかね。またねなんか使えそうなやつまだあるかな、ちょっと分かんないですけど、もしありそうだったらまた動画撮ろうと思うんで、もしよかったら見てください。ということでではでは。